どうもこんにちは。今回は RTX 3060Ti っていうグラフィックボードを購入したので、以前使ってた GTX 1660 Super とのゲーム性能の比較なんかをやっていきます。最近ずっと価格が高騰しっぱなしの GPU なんですけども、高い金額を払う価値が果たしてあるのかっていうところを見比べて判断していただければと思います。最初から結論どんなもんかっていうのを先に知りたい方は、下に目次をつけてるんで、そこから飛ばして先にそちらからご覧ください。GTX 1660 Super も 3060Ti もコスパがいいことで有名で、使ってる方とか次回購入するモデルとして狙ってる方も多い機種になると思うんで、結構参考にしていただけるはずです。それから同時に CPU も今回自分は新調しまして、Ryzen 5の3600、これから Ryzen 7の 5800X にしました。こちらもベンチマークで性能のチェックをしてみますんで、合わせてご覧ください。それでは早速やっていきます。まずやってみたのは以前の環境でのベンチマークのテストです。GPU は GTX 1660 Super、CPU は Ryzen 5の3600です。ベンチマークは Final Fantasy 15のもので、フル HD 標準品質でやってみました。これが意外にきつくてですね、なかなか要求スペックの高いゲームですね。点数としては7400点、一応快適っていうぐらいのスペックらしいです。戦闘中の動きの激しいシーンでも FPS70 前後は出てたんで、まあ十分といえば十分ですね。で、今度はフル HD で品質を高画質品質にするとどうなるかやってみました。そうするとこんな感じで5700点ぐらいまで下がっちゃいました。戦闘中の FPS はだいたい50前後ぐらいでした。まあまあ普通に遊べるかなという感じです。次に 4K で試してみたんですけど、全然動きませんでした。もうゲームとして機能してないというか、4K で Final Fantasy 15をプレイするのは不可能みたいです。じゃあ動きの激しいゲームだとどうなるか、一応さらっと Apex Legends で試してみました。はい、こんな感じで、Apex もフル HD で画質設定を落としさえしてしまえば、140ぐらいの FPS をキープしてくれてます。このジブラルタルの爆撃はさすがにダメなんですけど、それでもまあ60ぐらいになるだけなんで、プレイする分には十分かなと思います。まあこの Apex っていうゲーム自体が比較的軽い部類のゲームなんで、こんな感じになってるだけとも言えます。例えば最近発売されたバトルフィールドとかになってくると、さすがにフル HD でテクスチャー品質とか画質を下げたとしても、せいぜいフレームレートって100ぐらいのはずです。つまりまとめると GTX の1660 Super、それから Ryzen 5の3600っていうこの組み合わせ。今ではもうミドルスペックとか、あるいはそれよりちょい下的な言われ方をするぐらいのスペックになっちゃってるんですけども、ゲームをフル HD にして少しグラフィック性能を落としてゲームをする分には、まあ十分すぎるぐらいパワーがあるってことです。やっぱりコスパはいいんですね。はい。で、今回自分が新たに購入したのは TUF ゲーミング GeForce の RTX 3060Ti V2 オーバークロックエディション 8GB GDDR6 LHR 版。これですね。LHR っていうのはマイニング性能をカットされてるモデルのことです。今回はパソコン工房さんから購入しまして、その時は価格が9万円ぐらいでした。以前使ってた GTX の1660スーパーがシングルファンなんで、なかなかうるさかったんですよ。で、今回はトリプルファンモデルを選んでみました。で、ファンが2機のモデルであれば、もうあと1万円ぐらいは安くなります。で、後でベンチマークもちろん見ていただくんですけれども、やっぱりファンが多いとよく冷えますね。GPU の温度が70度になった時に 100% でファンを回すように設定してるんですけども、まあ、そこまでヒートアップするようなことはほぼほぼなさそうな感じでした。あとやっぱりめちゃくちゃ静かになりました。で、これはちょっと録音したところで、静かさってなかなか伝えにくいんでやりませんけど、本当に静かです。ほんまにちゃんと頑張ってるかって若干心配になるぐらいです。で、製造元の GeForce サイドからすると RTX の 3060Ti、これはもう定価がもともと6万円ぐらいで考えられてる GPU なんで、やっぱりまだまだめちゃくちゃ高い状態って続いてるんですよね。で、じゃあなんでそんなもんを今買ったかというと、プレステ5も自分は持ってるんですけども、結構やっぱり PC ゲームをすることが多いんですね。で、1660スーパーでもやれないことはないんですけれども、というかまあこれでずっとやってきてある程度は満足してたんですけれども、フレームレートが120とか、それぐらいが欲しくなるような今流行りのバトルロワイヤルゲームとか、ああいう激しい系のゲームってあんまり好みではなくて、
自分はどっちかというと一人でまったりどっぷり世界観に没頭するようなオープンワールド系のゲームとか、ああいうのが好きなんですよ。なんで、やっぱり 4K モニターでグラフィックを綺麗な状態で、かつ 60fps ぐらいの快適な状態でもっとやりたいなと思ったんで、今回思い切って購入に踏み切りました。そんなこんなで GPU の感想が終わりましたんで、早速起動チェックしてベンチマーク回していきます。で、Ryzen 5の3600っていうこの CPU はそのまんまにしておいて、RTX の 3060Ti に GPU を乾燥した状態で FF15 のベンチを回してみました。まずフル HD で高品質。もうこれは点数としては12000点ぐらい出ましてかなり快適っていうような結果になりました。で、問題は 4K ですね。4K の高画質でやってみました。で、これが意外にやっぱりきつくて、戦闘中はだいたいフレームレートが40前後。点数としては4466点。普通っていう感じになりました。で、一応普通って言ってくれてるんですけど、実際プレイするのは結構きついと思います。ただ高品質ではなくて、標準品質にすると 4K でも快適になりました。Apex Legends は 4K でも品質を最低まで落とすと、だいたいこんな感じで、90から100、あるいは110、120と、それぐらいは出てるような感じになりました。品質をマックスまで上げたとしても、60fps は貼り付きで出てました。4K60fps ってことですね。4K ではなくて、WQHD であれば、多少品質を上げたとしても、144fps は貼り付きで出てました。まあ、こっちで十分ですね。はい。で、それから今回冒頭にも話したんですけども、今回 CPU も同時に新しく購入しました。それがこちら。Ryzen 7の 5800X ですね。価格がだいたい5万ちょろぐらいでした。Ryzen 5の3600からだと、第3世代から第4世代に変わってますし、アーキテクチャも Zen 2の Matisse から Zen 3のフェルメールに、コアは6から8、スレッド数は12から16、クロックも 3.6GB から 3.8GHz と、まあ結構性能は高くなってるはずなんで、結構期待して購入しました。それで早速ベンチマーク見ていきます。CPU が Ryzen 7の 5800X、GPU が RTX の 3060Ti ですね。で、ちょっと面白かったのが FF15 のベンチマークです。これ CPU の性能が上がってるはずなんですけど、結果が全く変わりませんでした。4K の高品質で4470点。でこれは CPU Ryzen 5 3600の時は4460点だったんで、誤差の範囲ですね。なんで FF15 を 4K かつ高品質、60fps 以上出してぬるぬる遊ぶんであれば、やっぱり RTX の3080とか3090あたりが必要になってくるみたいです。まあただ、そこまで行くと本当に究極ですよね。まあ何でもできると思います。で、次 Apex。で、これフル HD はもう言うまでもないんでやりません。WQHD で全部の設定を最高設定にすると、だいたい120から 140fps の間をうろつくような感じになりました。まああんまり Apex の画質設定自体を高く設定する人っていないと思うんですけども、参考にしてみてください。で、4K だとどうなるか。4K でテクスチャーを最高設定にすると、こんな感じで、100から120ぐらい出てます。なんで、ここでようやく CPU の差が出たって感じです。Ryzen 5 3600の時は、テクスチャ品質を最低まで落とさないと、4K の場合はフレームレート100から120、この辺は出ませんでした。で、最後に一応 4K の最高品質っていうのをやってみたんですけど、こんな感じで 60fps は余裕で出てます。ただ、70から80ぐらいで止まる感じです。なんで、144Hz のモニターを使ってて、ここに貼り付くことにこだわりのある方は WQHD かフル HD に落として遊ぶ感じになります。で、それからアサシンクリードオデッセイ。こちらもベンチマークやってみました。4K でグラフィック品質を中に設定するとこんな感じです。平均 FPS が61。まあ、十分感動できるぐらいの綺麗さのグラフィックです。アサシンクリードオデッセイは 4K で 60fps でゲームができます。続いて、レッドデッドリデンプション2。で、これが今回の RTX の目玉みたいなもんなんですけれども、DLSS っていうグラフィック性能を落とさずにゲームを軽量化させてフレームレートを著しく向上させることができるような機能を使うことができます。で、これは RTX って名前のついた GPU で、かつ DLSS に対応した PC ゲームでないと使うことができない機能です。で、この DLSS、ディープラーニングスーパーサンプリングっていうらしいんですけど、まあ難しいことは自分全くわからないんですけれども、とにかくすごい NVIDIA のぶっ飛びテクノロジーです。で、今回 Red Dead Redemption 2はこの DLSS に対応したんで、DLSS ありとなしを 4K 画質の中級品質で試してみます。これ結構すごいです。まあ、こんな感じで全く同じ品質設定にしておいて DLSS の部分だけを変えます。そうすると、こんな感じです。
めっちゃすごいんですよ。だいたい20ぐらいは伸びてますかね。しかもグラフィック全然劣化してないんですよ。で、これは実装された当初はあんまり対応してるゲーム自体が少なかったんですけど、最近はだんだんと増えてきて、モンスターハンターワールドとか、マインクラフトとか、BF2024 とか、サイバーパンクとか、フォートナイトとか、ウォーゾーンとか、マーベルのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか、今だと130以上のタイトルで対応してるみたいです。もちろんこれから先もっと増えるはずです。はい。それでは最後にまとめます。4K ゲーミングといえば、RTX 3080とか3090っていうのがふっと頭に浮かぶんですけども、実際完璧に 60fps に張り付くとか、高画質でぬるぬる遊ぶとか、そこまでを期待しないのであれば、3060Ti でも十分遊べるっていうことが分かりました。ただもちろんボトルネックにならない程度の CPU は一緒に欲しくなります。じゃないと、ゲームによってはどうしても 4K だと 30fps とか、そんな感じでちょっと違和感を感じるゲーミングにはなってしまうはずです。で、それから、これが結論ですね。4K でゲームしたいっていうだけなら PS5 を買った方がいいです。これが結論ですね。自分はそう思いました。これだけパソコンの話をしておいて、いきなり突拍子もない話で申し訳ないんですけども、コストパフォーマンスとか、実際のゲームのパフォーマンスで言うと、やっぱり PS5 って化け物ですね。今はちょっと手に入りにくいっていうマイナス点があるんですけど、それを言うなら GPU もまともな価格では今はなかなか手に入りません。なんで、ゲームのことだけを考えるんであれば、PS5 を頑張って手に入れることを強く自分はお勧めします。一方で自分のように仕事とか、ブラウジングとか創作活動とか、他にもいろんなことで PC を使うんだよっていう方は、もちろんこの RTX の 3060Ti はすごいおすすめです。ただやっぱり高いんですよ。で、これはご自身がどういうことに使いたいかによって天秤にかけてほしいなって思います。自分は 4K で PC ゲームをやりたくて、で、他にもいろいろ仕事でも使うんで、10万円以上かけて、今回 GPU と、それから CPU 買い替えましたけど、めちゃくちゃ満足してます。本当に買ってよかったと思ってます。4K60fps。これぐらいであれば、今回のスペックでもなんとかやれるかなっていう感じなんで、それってまさにちょうど PS5 ぐらいの性能なんですよね。なんで、PC は PC として作業のために使うんだって方は、GTX の1660あたりはね、未だにかなりおすすめできるグラボだと思います。はい。そんな感じで、今回ちょっとグラフィックボードのテストっていうのをやってみました。で、今回の動画がもし参考になれば、ぜひ高評価とチャンネル登録をしといてください。で、また買ったものの紹介とか、いろいろ動画も作っていくんで、その時はよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。